こんにちは、磯ギターです。前回は音楽理論の基礎として、音階、音程、譜面の読み方などの基礎的な部分についてを解説してきました。で今回はその中から、さらに具体的に音階と音程についてを解説していきます。さて、音名をアルファベットでも表すということは、前回の動画で解説をしてきました。アルファベットの音名を採用しているのは英語圏、ドレミはイタリア語から来ています。日本語だとイロハニホヘトですね。キーにとらわれることなく、音の骨格を知るために数字で表すこともあります。音名が一体どの位置の高さの音を鳴らすのかというのは、現代の音楽では平均率というチューニング方法を基準にして考えています。ポップスの場合は A の音を 440Hz、それから 441Hz の間でチューニングして基準にすることが多いです。このチューニングは音楽ジャンルでも変わりますし、地域でも違ったりします。そのチューニングについてギターだとどういう風にやるのかっていうのについては2通りのパターンで紹介をしていきます。まずよくあるパターンが開放弦を使ったチューニング方法です。これは、5フレットを基準に考えていきます。例えば6弦の5フレットは5弦の開放弦、5弦の5フレットは4弦の開放弦、4弦の5フレットは3弦の開放弦で、ここで1個ずれるんですけど、3弦の4フレットは2弦の開放弦、次に2弦の5フレットは1弦の開放弦。はい。ギターのチューニングには様々な方法がありますが、その中でもハーモニクスを使ったチューニング方法は特に精度が高くて、音楽的にも理論的にも優れた方法とされています。ハーモニクスとは、ある音と同時になる倍音のことです。例えば、基準の音が A、440Hz であれば、その倍音は 880Hz、2倍の音ですね。それから 1320Hz、3倍の音と続いていきます。音が鳴るのは振動が原理となっていて、その部分的な振動は倍音、ハーモニクスとして耳に聞こえます。このハーモニクスの理論を使うと、気温に対してピッチがずれにくくなります。また、耳で聞いたときに自然で調和の取れたサウンドを生み出します。じゃあ、ハーモニクスを使ったチューニング方法を紹介していきます。まずは6弦の5フレット、それから5弦7フレットをハーモニクスで弾いていきます。指を当てるだけです。続いて、5弦の5フレットと4弦の7フレット。続いて4弦の5フレットと3弦の7フレット。続いて3弦の5フレットと2弦の8フレット。最後に2弦の5フレットと1弦の7フレット。はい。チューニングがきれいにできました。音階とは、ある規則に基づいて並んだ一連の音のグループのことです。代表的な音階にはメジャースケール、超音階とマイナースケール、単音階があります。それぞれの音階には、独自の並び方によって、それぞれ響き方に特徴があり、曲全体の雰囲気を決める役割を持っています。例えばメジャースケールは明るく元気な印象があります。C メジャースケールを例にとると、音の並びはドレミファソラシド。この音階は、音の間隔が全音と半音が前前半、前前前半の順で並んでいます。続いてマイナースケールになります。一方、マイナースケールは少し寂しげな響きが特徴です。A のナチュラルマイナースケールを例にとると、ラシドレミファソラという並びになります。ナチュラルマイナースケールの音の間隔は前、半、前、前、半、前、前です。前、半、前、前、半、前、前です。ここで大事になるのは、音の間隔で雰囲気が変わることです。メジャースケールとマイナースケールの大きな違いが、ルートから見て3度の音がフラットしているかどうかです。例えば C だと、
3度の音。マイナーになると、はい。前回の動画でもお話しした通り、メジャーとマイナーの違いとして、主音が同じでも、例えば C メジャーとマイナーでは調合が違ってきます。それはこのスケールからも読み取ることができます。次に、インターバルの基礎。音程は2つの音の距離を指して、それぞれの音程には特有の響きがあります。例えば、同じ音階内の2つの音を弾いた時の響きは、音程によって明るかったり、緊張感があったりと様々変わります。音程の種類。音程は、完全、長、短、増、減などの名称で表されます。C をルートとして代表的な音程を紹介します。ユニゾン、同じ音です。単2度。隣り合った音、半音です。超2度、ドとレの関係です。全音。超3度、ドとミの関係で明るい響きです。メジャーです。単3度、暗く柔らかい響きです。マイナーです。完全5度、ドとソの関係です。安定した響きです。ギター演奏でパーコードよく使われます。はい。スケールには、この音階のうち全音と半音、つまり2種類の2度が使われています。例えば、半音、最も小さな音の距離として、例えば E と F。次に B と C。B と C。全音、半音2つの距離、例えば C と D。この全音と半音の位置というのは、どのキーに行ってもスケールごとに変わりありません。どのキーで演奏しても、ルートからのインターバルの関係性は変わらないです。スケールの印象がどのキーでもマイナー、メジャーで似たような色を感じるのは、そういった理由からなんです。音程、調合と臨時記号の話。シャープ、つけた音から半音上がります。フラット、つけた音から半音下がります。たまに全音の上げ下げでダブルフラットを使ったり、半分になっているものがあったりしますが、ちょっと難しいクラシック音楽や劇版向けなので、ポップスなどではなるべく使わないようにしているかと思います。はい。同じ理由で、相当な意図がない限りは、ポップス音楽では C フラット、E シャープもなるべく使わないようにすることをお勧めします。音名の横にフラット、シャープがどこに書くかもルールが決まっています。調合。調合はまず音符記号の次に書く。音符は左につく。音名はアルファベットの右に書きます。ちなみに、給付にはフラットやシャープはつきません。調合というのは、その曲のキーの臨時記号をまとめてつけてしまう便利機能です。そのため、小説の中に臨時記号がなくても、この音符記号の右に情報があることで、見えないフラット、シャープが小説内に存在することになります。うん。一方で、同じフラット、シャープが小説の中に書かれていることがありますよね。これは臨時記号と言います。臨時記号は、その名前の通り、臨時で一時的に半音を上げたり下げたりしたいときに使う記号です。一時的に使うことが目的なので、効果が続くのは、その臨時記号を置いた小説の中だけとなります。つまり小説点をまたいでしまうと、臨時記号の効果はなくなってしまいます。逆に小説の中で臨時記号の効果を消したいときは、ナチュラルマークがつきます。そうすることで音を半音上下するという指示が消えて、ナチュラルな音名そのままの音として演奏することになります。ここで注意する必要があるのは、調合がついているときです。調合の効力までナチュラルは消してしまうので、例えば A フラットの曲でフラットが4つ調合としてついている曲では、A にシャープをつけた後、元に戻したいときはナチュラルではなくフラットを置くんです。うん。そうすることで、調合でつけたそのキーのデフロットの音に戻ってこれます。
次に音階と音程を活用する。音階や音程を意識することで、メロディーやコードの理解が深まります。例えば、メロディーを作るときに、超サウンドの音程を使うと、明るく柔らかい印象に仕上がり、単サウンドを使うと、暗く奥深い印象を持たせることができます。参考1、C メジャースケールとマイナースケールを今実際に弾いて、各音の間隔、インターバルを確認しましょう。はい。続いて、コードを弾いて、音の感覚を数字で養っていく方法をご紹介します。コードを弾くときに、ルートからの度数を数字で意識して、時には声を出して、僕は覚えていきました。例えば C、1度、5度、ルート、3度、5度。続いて C メジャー、セブンス。1度、5度、ナチュラルセブンス、3度、5度。一緒ですね。F メジャーセブンス。1度、5度、ナチュラルセブンス、3度、5度。今回の講座では、音階と音程の基本構造についてを学びました。音階や音程をしっかり理解することで、より音楽に対して向き合う手助けになれたらと思います。次回は5度圏をメインとした内容を解説していきますので、楽しみにしてください。またこの動画がいいと思いましたら、いいねやチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。